はい、こんにちは、ラチです。今回はですね、村上隆さんが YouTube チャンネルを開設したということで動画を撮っていこうかなと思います。せっかくご本人が自分の言葉で発信されるんです。村上さんのことを知らないで主張するのはもしかしたら失礼なんじゃないでしょうか。インタビューするアナウンサーさんって絶対にそのインタビューする相手のことを事前に調べますよね。就活生ってこれから面接に行くっていう会社のこと調べてますよね。これから村上隆さんのチャンネル見たいっていう人はぜひ事前知識として、この動画見ていただけたらいいなと思っています。撮影段階ではまだ1本しか出ていないんですけど、これから更新されるということでもう楽しみで仕方がないです。1本目でこのチャンネルを開設したきっかけをお話しされていました。一つは、今年開催される2月3日京セラ美術館にて、村上隆もののけ京都、この展覧会に合わせて開設したよということ。そしてもう一つが他の美術系チャンネルが、たくさん増えているっていうことが、挙げられていました。ということで皆さんがたくさん、美術系のチャンネルを視聴すると、たくさん美術系のアーティストさんがね、チャンネルを開設するかもしれないっていうことが言えるかもしれないですね。一発目の動画の内容としてはこのきっかけをお話しされていたこと、そして、日本から見る村上隆とはどういう像なのか、そして現代美術とはということでお話しされていました。すごく印象的だったのは、村上隆さんが思う現代美術とはどういうものなのかっていうのをね、お話しされていたのでちょっと引用します。現代美術とは、価値観を変えるトリガーになること。現代美術史家っていうのはこれを継続的に行う人ということだそうです。なので一発屋ではなく何回も何回も人の価値観を変える新しいアートを提供する、これが現代美術史家だとすごく力強い言葉を聞きました。今後もね、世界で起こっている現代美術を村上さんの視点で発信されるということだそうです。なので今回トピック4つで、村上さんが何をしていったのか、そしてどんな思いで、このチャンネルをやったのかっていうのを紐解いていきたいと思います。まず1つ目、世界の文脈で活動するスーパーフラットについてです。スーパーフラットのことを一回整理しておかないと村上さんのチャンネル見れませんよね。スーパーフラット宣言っていうのは、世界の現代美術の文脈を読み取って生まれたアートです。この文脈、日本ではなかなか分かりづらいんですよっていうのも、日本の美術教育ってずっと長い間技術面を向上して技術的な美しさっていうところに価値を見出してきました。でも今現代美術では文脈が何よりも大事なんだ。ルールがあるんだよ。感性の赴くままに表現する、よくわからないアートではなくって必ずルールがあるんだ。みんなが守っているルールに従いながらそこから、新しい価値観を生み出していくことが、美術の面白いところ、現代アートの面白いところなんだよっていうのを強く歌っているんですね。では当時村上さんが、どんな文脈を見てこのスーパーフラット宣言をしたのかっていうのを今回整理していきたいと思います。今回はですね、スーパーフラットと合わせて6つの芸術運動、これを並べていきながら、美術の歴史、文脈っていうのを読み解いていきましょう。まず1つ目がレディメイドです。現代美術の始まりと定義されることも多いこのレディメイド、マルセル・デュシャンによる芸術運動です。既製品を使ったアート、すでにメイドされている、これがレディメイドの、芸術運動です。例えば1913年に発表したこの自転車の車輪ですね。自転車の車輪と、スツールがくっついているっていう美術作品になっています。自転車の工業製品としての用途っていうのは回すことで前進できるもの。そしてスツールの役割っていうのは人が座れるものですよね。ですがこの作品には、自転車の用途、そしてスツールの用途を消滅させてしまっているんです。レディメイドが起こしたかったことっていうのは、工業製品が持つ用途を奪って美術館という特殊な空間に展示することでこの既製品を作品にするっていう活動だったんです。これこそが村上さんが言っていた価値観を変えるトリガーになる作品なのではないでしょうか。
だからこそ、現代美術の始まりとされているものになっています。続いては抽象表現主義です。1940年代後半のアメリカで注目された動向になっています。何を描いているか以上に、アーティストがキャンバスに向かっていたこの動向を、作品として落とし込んでいるんです。モチーフから、目線を遠ざけた活動になっていきます。例えばジャクソン・ポロックですよ。絵の具をベシンベシンって叩きつけたような、そういう痕跡が残っていますよね。どんどん目線が遠ざかっていきます。この軌跡を見れるのが、抽象表現主義。キッチュは、そのまま訳すと低俗なもの、陳腐なものとして、表現されています。この辺からどんどん日本人的には分かりづらい世界に突入していきます。キッチュ、低俗なもの、なんで？アートって美しいものでなくっちゃもう認められないっていう人がね、一定数コメントに現れてきそうですけれども、キッチュっていうものが登場してきます。ある美術批評家はこのキッチュの定義をアバンギャルド、前衛芸術の対として大衆芸術だと位置づけています。例えばジャスパー・ジョーンズの作品を見てみましょう。彼自身は抽象表現主義の流れを組みつつ、ポップの先駆者という位置づけになっています。これはですね、アメリカの国旗を、題材にして、モチーフにして作品を描いています。これ以外にもターゲットとかね、的のやつをやってたりとかもしてるんですよ。ジャスパー・ジョーンズがモチーフにしてるものって、こういったアイコン、記号を使っているんです。それまで近代絵画、現代アートの前のね、近代絵画っていう分類では、絵画のモチーフといえば、人物像、風景画、生物画などが、主に挙げられると思います。表現主義とかになってくると、例えば思想とか精神とかっていうものを題材にして絵画表現に落とし込んだりしていました。その後、抽象主義っていう人たちがやったのは、そこからモチーフから一旦離れようっていう動きをしていったんですね。そして抽象表現主義。その先、ジャスパー・ジョーンズがやったものが記号的なものだったんです。1960年代になると、ポップアートがニューヨークを席巻してきました。大量消費時代をシニカルに表現したアートです。時代を俯瞰しているっていうこの目線になっていきます。ポップアート自体は身近な商品を題材にして大衆文化を映していきました。例えばアンディ・ウォーホルですよね。マリリン・モンローの作品なんかが、有名な、代表作になっていくかなと思います。マリリン・モンローっていうマスメディアがこぞって食らいついていった。どこのテレビつけても、どこの雑誌を見ても、マリリン・モンローがバーッと消費されていく。こういう大衆たちがどんどん群がっているっていうのを嘲笑するかのように、マリリン・モンローっていうのが発表されました。次に紹介したいのが、1980年代ニューヨークに登場したシミュレーショニズムです。大衆芸術からイメージを盗用するっていうのがシミュレーショニズムです。例えばジェフ・クンズの作品ですね。その辺でね、配っている無料のバルーンを大きい彫刻作品に変換して、作品を発表しているんですね。このポップとかキッチュとかシミュレーショニズムって日本人ではなかなか伝わりづらい、認識できない部分があるんですよ。彼らが思っているのは、現代美術っていうのは100年200年先も残っているものなんです。だから100年後200年後の人たちがこの作品を見た時に時代を映しているものだ、この当時これがリアルなものだったんだ、リアリティのあるものだったんだっていうのを表現するためにやっているんですね。目線を数百年単位で往復することがアートのエンタメであり必要な要素なんです。私の感想としては、リアルタイムで見ててくだらないぐらいの方がリアリティがあると判断されていったようにも思えます。そういった思いから現代美術っていうのは文脈が大事だよっていうふうに言われているのではないでしょうか。さて、こういった流れ、レディメイドから始まって、抽象表現主義、キッチュ、ポップ、シミュレーショニズムをご紹介してきました。もちろん現代美術にはこれ以外にもたくさんの芸術運動があります。ですが、この後の、スーパーフラットにつながるものとして、こういうものをね、今回ご紹介してきました。スーパーフラット宣言とは、日本のアニメ文化や日本絵画の
平面性を落とし込んだ芸術とされています。でも村上さんのスーパーフラットの作品の中にはどこかシミュレーショニズム的な、大衆文化からイメージを盗用してきたものを感じることができますし、ポップアートで見た大衆文化を俯瞰して見ているっていう視点も感じることができますし、キッチュで見た、低俗なもの、陳腐なものっていう部分も、垣間見ることができます。あるいは抽象表現主義で見たような主観がどんどん客観性に変わっていくこの部分を見たことも、レディメイドが作っていった、価値観を変えるトリガーになるっていう、現代美術の、根幹となるような考え方も垣間見ることができます。こうやって見ると今までね、村上隆さんのポップで可愛い作品っていうのも文脈を感じ取ることで、理解が深まるのではないでしょうか。2000年代に入ると日本に戻って日本で活発に活動していた痕跡もあります。アートの現場を開拓したいという思いから新人発掘の場としてコンペティションを行ったりスカウトができるような場所を提供していました。村上さんの言葉を借りると、自分の目が黒いうちに何が何でもアジアに拠点を作らねばという思いがあったと、語っています。芸祭のウェブサイトによりますと、過去に参加した100名以上の作家が著名になっていると成功した活動だったんじゃないかなと思います。ですが、2014年この芸祭は幕を下ろすことになってしまうんです。一方向的には失敗だとも捉えていたようです。その理由は日本のアートと海外のアートの立ち位置があまりにも乖離していることからでした。先ほど現代アートっていうのはルールがありますよ、文脈が大事ですよっていう話をしていきました。ですが日本の美術教育ではこのルール、文脈っていうことをね、歴史っていうところをあんまり、教育せずに、どちらかというと感性の赴くままに表現していいんだよ、何でもありなんだよっていう傾向の方が強かったと思います。文化の一部として消費されているような傾向があるかと思います。ですが海外では現代アートの立ち位置って全く違うんですね。アートのことを経済活動の一環として捉えているんです。村上さんの言葉を借りると、芸術イコール資本主義の真っ只中だっていうことをアメリカに行って実感したという発言も残しています。例えばアートを買います。そしてそれを鑑賞してその後美術館に寄付するとしましょう。寄付した場合、その周りからするとその人はアートに貢献した人として捉えられるそうです。税金が免除されるそうなんですね。なので富裕層が税金対策として買うという流れができている。なので、富裕層向けビジネスとしてアート作品が成り立っているんです。なのでね、アート活動をするってかなりパワーのいることなんです。一方で日本はどうでしょう。ほとんど税金の控除がありません。あるとしたら、日本で、会社で、アートを買った場合、30万円以下は減価償却の対象としては成り立ちます。条件を満たせば100万円未満のアート作品が減価償却の対象として見られるわけなんですね。だけど減価償却っていうのは車とか家とかですよね。時間が経てば経つほど価値が下がるものということで減価償却当てられてるんですよ。つまり日本では、時間が経ったら、価値がなくなっていくものと法律上定義されてしまっているんです。さっきの話と全然違うじゃないですか。アート作品っていうのは100年後、200年後も生き続けるんだよ。その価値観のもとでアート活動をしているものともう全く乖離しているわけです。さらにはアートを譲渡する、あるいは相続するってなると、税金免除してくれるのではなくって課税対象になってしまうんですよ。なのでアート作品を所有しているアートコレクターの人が亡くなった場合、親族が相続できずにそのまま焼却処分してしまうっていうことが珍しくありません。経済で見るとメインカルチャーであるアートよりもサブカルチャーであるアニメとか漫画とかの方がよっぽど経済回しているっていう状態、これが日本のアートの立ち位置なんです。村上さんの発言、7年前ですね、芸祭を中断していた時の発言によると、諸外国と比べとってもマーケットの狭い、日本の美術界、
と語っています。例えば、日本の美術界の頂点を美術館と仮定するのであれば、美術館っていうのは購入費用をどんどん削られていって、今生計が成り立っていないと語っていました。そして日本のコレクターも少ない。あるとしたら行政がなんちゃってメセナを行っているぐらい。地方でそういうもの、いろんなプロジェクトをやっているよっていうのが日本の現状であると言っています。その、世界から見たらとても矮小化されたプロジェクトに、お小遣い程度の資金が与えられて、そして若手アーティストがそのもらった資金を、もらって何かしらの意義を感じている。これが日本の美術業界なんだと語っていました。これを打破するために、村上隆さんは芸祭を行ったのですが、言葉を借りると若者がそれを望んでいなかった。打破することを望んでいなかったと言っていたんですね。彼らはミニマムな生活をしていきながら、どんどん生活を小さくしていきながら自由な表現を確保する。そういう美術活動をしていたと言っていたんです。それが悪いとも思っていないと続けて語っているんですけど、何とも煮え切らないコメントにまとまっていたかなというのが私の印象でした。実際2010年代、村上さんは日本から距離を取っていたように思います。日本での買い替え機器のビジネスのボリュームは世界と比べて 5% 程度だったとお話しされています。それが2020年、コロナを超えて、日本での露出が村上さん多くなったなっていうのを感じてきました。実際2022年では先ほどお話しした芸祭、これが再開しています。またスターズ展っていうのもありましたね。東京2020、東京オリンピックに合わせて、スターズ展っていうのが開催されましたけれども、ここで村上さん露出されていました。また今回の個展、京セラ美術館で開催される、村上さんの個展は国内で約8年ぶりということになっています。なのでこの2020年代っていうのは、村上さんが日本に向けて何か発信していこう、そういう強い思いを感じるような、そんなね、感じがしているんです。そこからのこの YouTube チャンネル開設なんですよ。だからこれから何を発信されるのか、何を私たちにぶつけてくれるのかっていうのがすごく楽しみで仕方がない、チャンネルになっているんです。ぜひね、見逃さず皆さん一緒に楽しめていけたらいいなと思っています。ということで、今回の動画は村上隆さんについてお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。ぜひコメント欄でね、どんな作品が好きなのかとか、どんな印象を持っているかっていうのをお話ししていただけたらいいなと思っています。